はい、こんにちは。ちゃちゃちゃです。モンスターハンターワイルズオープンベータテスト2が本日お昼12時から開始の予定だったんですが、なんと11時半から開始しました。この動画ではオープンベータテスト2からの新要素と注意事項をご案内したいと思います。よくご質問をいただくのですが、オープンベータテスト2では製品版で実装予定の武器調整やフレーム生成の不具合などは修正されておりませんし、PlayStation 5 Pro の最適化もパソコン版の最適化も終わっておりません。またサポートハンターの詳細な設定もできませんし、 PlayStation 5 Pro でもこのように紙がジャギジャギのままです。またベンチマークソフトとオープンベータテスト2の性能に差があるというのも仕様です。ベンチマークソフトの結果は製品版では適用されますのでご安心ください。少し不便なところはどうしても残ってるとは思いますが、あくまでネットワークテストなので、トレーニングルームで武器を振って武器に慣れていただき、新しく狩猟できるモンスターと戯れてみてください。また大事な注意事項があります。オープンベータテストではキャラクリを何度でも行え、製品版に引き継ぐことが可能なんですが、キャラクリを行った後そのまま終了してしまうと、製品版にキャラクリが引き継げないバグが発生しています。この対策としましては、キャラクリ後に必ずセーブデータを選択してゲームプレイを再開してからゲームを終了するようにしてください。キャラクリが終わった後に一度フィールドや拠点などに行って、そこでゲームを終了するという手順が必要ということです。前回のオープンベータテストでキャラクリが最後で終わった方も、現状のままだと製品版に引き継げない可能性がありますので、一度ベータテストのソフトを立ち上げていただいて再編集を行った後、ゲームプレイを再開してから終了していただかないと消えてしまう可能性があるそうです。せっかく行ったキャラクリの時間が泡になってしまうので、キャラクリが終わったらゲームプレイを再開してから終了するということを忘れないでいただければと思います。続きまして、オープンベータテスト2からの追加モンスターです。追加モンスターはゲリョスとアルシュベルドの2頭を確認しています。ゲリョスはフィールドで発生していて、討伐するとクエストとしても発生します。先行スリンガーとしびれ罠は効かないのでご注意ください。そこまで難しいモンスターではないんですが、そこそこタフですし、トリッキーな攻撃もあるので、ぜひ楽しんでいただければと思います。アルシュベルドは土砂熊討伐クエスト後にクエストが発生します。おそらくではあるんですが、フィールド上で見かけなかったので、オープンベータテスト2ではクエストでしか存在しないモンスターなのではないかなと思います。アルシュベルドはしびれ罠、落とし穴、先行スリンガーが効きます。またもちろん環境を利用した罠も使うことができます。高難度クエストということもあり、攻撃力が著しく高く、近接武器に関してはかなり討伐が難しくなっているはずです。私は弓だったので遠距離武器とは非常に相性が良く、2回目で討伐することができました。モンスターハンターワイルズの弓の使い方に関しましては、こちらの動画で解説しております。弓使ってみようかなという方はぜひ合わせてご覧いただければと思います。アルシュベルドに関しましては高難度クエストの上に時間制限が20分ですし、装備を整えることもできないので、おそらく製品版のアルシュベルドよりかなり凶悪になっています。モンスターハンター本編はここまで難しくはありません。これ実はベータテストや体験版での恒例行事で、ベータテストの最後にめちゃくちゃ難しいクエストを入れてくるんです。クエストの趣旨としましては、シリーズをずっと楽しんでいる歴世ハンターさんにヒーヒー言って楽しんでもらうための高難度クエストなので、クリアできなくて当たり前です。ご安心ください。素材も製品版に引き継げるわけではないので、討伐する必要性が全然ありません。武器種によってはほんと討伐が難しい武器もあると思います。
武器にこだわりがないという方で討伐を目指したいという方は弓が本当に相性がいいので、ぜひ握っていただければなと思います。トレーニングルームが実装されています。トレーニングルームの行き方としては、ベースキャンプの奥、船があるあたりの道から侵入することが可能です。トレーニングルームの設定はアイルーのルークくんで変更が可能で、傷をつけたり攻撃を行わせたりすることもできます。なので集中弱点攻撃やカウンターの練習も可能です。ちなみにスタンさせることもでき、スタン状態の時めちゃくちゃ可愛いです。トレーニングルームにいるアイルーのルークくん、そのままにしておくと一生喋ってしまうので、トレーニングに集中したいハンターさんはオプションからオーディオでこちらの項目を0に設定していただくと、ルークくんの口を塞ぐこともできます。気になる方は塞いじゃってください。ただしトレーニングルームを出た後、元の音量に戻さないとアルマやアイルーも口を塞がれてしまうのでご注意ください。追加要素最後、ソロオンラインとプライベートロビーが実装されています。ソロオンラインはその名の通りソロで遊ぶことができ、プライベートロビーは友達とのみ遊ぶことができます。違いとしましては、ソロオンラインは救難信号を出すことで一時的にオンラインにいる見知らぬハンターさんを呼ぶことができるというところです。ちなみにこの時 NPC のサポートハンターとだけ遊びたいという場合は、クエストカウンターから設定をいただくことで NPC サポートハンターとのみ狩猟することも可能です。 NPC サポートハンターの詳細設定に関しても製品版からの実装となります。ということで今回はモンスターハンターワイルズオープンベータテスト2の新要素と注意事項をご案内しました。繰り返しになりますが、武器調整やフレームレートなどの最適化に関しては製品版で実装予定です。またフレーム生成の不具合なども修正されておりません。なので例えばお友達でベンチマークソフトだとサクサクって言ってたのにオープンベータテスト2だと全然フレームレート出ないという方がいらっしゃいましたら、いやそれは製品版から実装されるんだよとご案内いただけると嬉しいです。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチお願いします。またどんどんモンスターハンターワイルズの動画投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またね。